すごい。広く深い堀に高い壁。噂には聞いていましたが、まるで砦のようですね。うわあ、キオスのお城より壁が高い。それにキオスのお城より堀が深い。すごいね。さすがは天下に鳴り響く難攻不落の町堺。町をぐるっと深堀で囲い、橋によって侵入路を制限していますね。門もかなり分厚いようですし、その上高い壁の向こうにはいくつもの櫓が立っている。それ相応の軍勢を持たなければ落とすことなど不可能でしょう。理想的な平城と言えますね。堺はこの戦乱の中、どの勢力にも属さず自治を確立している稀有な町ですからね。かなりの数の傭兵も雇っているようですし、まさにこの乱世にあって一大勢力と言えるでしょう。自治を維持するためにこれだけの規模の軍備に銭を使う。ヘゴー州の力がどれだけ強大なのか実感できますね。珍しく饒舌だな、シノ。力とは兵の数、兵を食わせるだけの米、そして銭をどれだけ用意できるかだと私は常々考えております。その理想的な姿が目の前に広がっているのですから、饒舌にもなろうというものです。確かにすごいよね。毎月の維持費で考えたら火の負の3万貫くらいかな。そういうところパッと分かっちゃうヒンはすごいわ。えへへ、お金の計算だけは得意だもん。やはり健介隊を連れてきてよかった。物の符というのは昔から土地や米を基準に物を考える。だがすでに時代が変わっていると我は思っているのだ。この堺を見ろ。実り豊かな土地を持っているわけでもなく、広い領土を持っているわけでもない。銭で米を買い、銭で人を雇い、銭で武器を揃え、銭で権威を買う。銭というものはそれだけの力を持つのだ。ほほ、面白いことを言う。だが確かに銭の本質とはそういうものであろうな。それにお米は年に一度しか収穫できません。農民はその時収穫したお米で1年間生活していくんですけど、銭があれば何かしたい時にすぐ動けますからね。そういうことだ。さて、世間話はこれぐらいにして堺に入る。我らは田舎から登ってきた商名だ。それらしく振る舞え。尾張の国長田の省住人長田三郎。堺見物に参った。部屋住みの気楽さだ。姉が当主をやっているゆえ気楽なもんさ。5日程度を予定している。信濃屋だ。承知している。しかし忠告感謝する。申し出は嬉しいが世話にはならんさ。反物や材木、鎧刀に鉄砲、食料も豊富で、ほんと何でもござるですね、この町は。あの髪飾りかわいい。案内所のキオスでは見たことない。あ、ほんとだ。
あっちのも可愛くない？すっごくかわいい。欲しこれは一日でお金がなくなっちゃいそうね。よい。この町ではどのような理由があったとしても物の不同士の争いはご法度だ。堺に入ってしまえば比較的安全と言える。この町で喧嘩をすればエゴー州を敵に回しますから。エゴー州が物を売らないと決定すれば、正妙ならばすぐに干上がってしまうでしょう。エゴー州の力というよりも銭の力を怖がって皆堺では規則を守っておとなしいのですよ。そういうことだ。二人の手綱を離すなよ。あのおおらかさがお二人の魅力であり力でありますからね。いや、店々を回った後で港に向かいたい。堺津は西国海運の中心。それに大陸や南蛮貿易によって昨今は特に繁栄していると聞きます。狙いはやはり南蛮ですか？南蛮商人とつながりを持ち鉄砲の調達量を増やしたい。それに玉薬は国内では安定供給ができんからな。だが残念ながら南蛮人の知り合いはおらん。健介、なんとかならんか？宣教師というと天主教の宣教師ですか？確かに堺には天主教の宣教師が寺院を構えていると聞いたことがありますね。ならばそこで南蛮商人を紹介してもらうか。天主教はまだまだ信徒も少ないですからね。それに目立てば寺からの報復があるそうなので、このように質素な佇まいなのでしょう。山から降りてきた僧兵たちが邪教と連呼しながら教会を叩き潰していくそうです。この辺りですと石山に違いありませんね。坊主が圧力をかけて喧嘩をふっかけるか。さすがのエゴー州も坊主には勝てんのだな。銭は力を持っていますが、それ以上に力を持つのは死への恐怖ということでしょう。みんな死ぬのは怖いですから、死んだ後だからこそ幸せになりたいんですよ。現実は辛いことも多いもんね。それ以上に縄張り争いという側面もあるでしょう。昨今の仏門というのは得てして生臭いものですから。それはそれで嘆かわしいですね。あれが南蛮人というやつか。初めて見たな。綺麗な人ですね。長い髪が黄金みたいにキラキラ光ってて。だけどあの人無人ね。
身のこなしが違うもの。西洋の剣を帯びていますし、宣教師の護衛武官というやつでしょうか。こんにちは。皆様もお祈りですか？そうですか。それは残念。しかし、それでしたらぜひ天主教に。こちらの礼拝所の司祭様は今お出かけでございます。私も司祭の身でありますので、ご用は私がお聞きいたしましょう。それにしてもいえ、私が日本語を話したというのにあまり驚かないのだなと思って。無理もありません。こちらの司祭様も日本語はまだまだ片言しか話せませんからね。子供の頃から母に教わっているのです。なかなか上手なものでしょ。はい、父はポルトゥースカレの武人、そして母は日本の名家出身だと聞いております。これは失礼しました。こちら風に言うとポルトガルという名の方がしっくりくるかと。はい、日本の武士の出だと聞かされております。ものの筆名家出身ということだが、ご母堂の名は何という？母の名はマキ。家の名は分かりませんが、母の持ち物にはカンパニュラの花がたくさん描かれていたのをよく覚えております。カンパニュラとはなんだ、健介？こういう。ああ、それは桔梗門ですね。桔梗門といえば美濃を治めた時氏とその一族の家紋が主となるでしょう。分家や枝分かれした家の数を考えると、桔梗門を使っているのは数十件程度。さすがにどこまでかは今は分かりませんが、美濃の同胞でありましょう。おお、それは違法に来て早速母と縁のある方に出会うとは。この奇跡を神に感謝いたします。我が名はルイス・エーリカ・フロイス。母が与えてくれた日本式の名は中兵衛明津と申します。明津。なるほど。あなたのお母上は明智の方なのですね。明智？はい。明津ではなく明智。明るいに知恵と書いて明智と読みます。清和源氏時氏の支流で明智の将の住人。美濃では名流の家ですね。なるほど。母のファミリーネームは明智というのですか。なんだか自分のルーツがこのような形で判明するのはとても嬉しいですね。どうした健介？お頭、しっかりしてくださいよ。
かりません。なるほど。ご助言感謝いたします。やけに礼法に通じておるな。それも御母道から教えられたのか？はい。日本の侍は武に通じ、書に通じ、何より天下に通じる必要があると教育されましたから。まさに武家の娘の考え方だな。素晴らしい御母道をお持ちのようだ。ありがとうございます。それはいえ、私はとあるお方にお会いするためこの日の本を訪れたのです。とあるお方？母に聞いた日本の侍のトップに立つ足利将軍に会いに。足利将軍に会いに来たのか。ならば貴様、我と一緒に来い。あなたとですか？我は5日後に堺を立って都に向かい、将軍に拝謁するつもりだ。我についてくれば将軍に拝謁することも可能やもしれんぞ。そうですね。南蛮人のあなたが将軍や賢きところに拝謁を賜うことはまず不可能でしょう。強いつてがあるのならば話は別ですが。そういったものは残念ながら。ならば我と共に来ればよい。しかし出会ったばかりの方々にご面倒をかけるのも気が引けてしまいます。我は一向に構わんが。信用か。だが現実としてこやつは将軍につながりを持ちたいのであろう。ならば我の申し出を受ければよいだけではないか。良いでしょう。その契約であれば私自身も納得がいきます。よろしくお願いいたします。まさかこの国で契約の概念を知っておられる方と出会うことになるとは。あなたはこの日の本の方ではないのですか？はい、あなたを信じましょう。話はまとまったのか？もちろんです。では私が乗ってきた船のフェルナンデ・ソーサ船長をご紹介いたしましょう。